ポルトガルは食事が日本に合うと聞きました。米や魚を常食する文化らしく、日本で食べて美味しかったらポルトガルに行こうと思います。マデラソースの由来であるマデイラ島のビール、完熟前のブドウを使ったクリーンワイン、バカリャウのコロッケ、イワシのオーブン焼き、豚肉とアサリのアレンテジャーナ、タコのリゾット、パクチーを多用することだけ気になりましたが、食事は文句なしに美味しかったです。ポルトガルの首都リスボンで一泊し、その後ポルトで2泊、ポルトからリスボンへ戻って2泊し、帰宅する予定です。ポルトガルの通貨はユーロなので両替します。円安すぎてユーロが高い。ポルトガルはヨーロッパの中で物価が安く、円安でも日本と同じぐらいの料金で食事や宿泊できます。関空は2024年に大きくリノベーションされています。2025年に大阪万博が開催されるからです。日本からポルトガルへの直行便はなく、どこかで必ず乗り継ぎする必要があります。最もコスパの良いエティハド航空で向かいます。アラブのアブダビ経由でリスボンへ向かうルートです。2023年11月に新オープンしたアブダビ空港も見てみたいです。機体はボーイング787です。座席は狭いですが、睡眠に適したヘッドレストが好評です。ちなみに、ポルトガルまでの飛行機代は往復でなんと16万円。お盆ど真ん中の旅行としてはかなり安いと思います。アメニティ類も悪くないですね。飛行機のコンセントもそのまま使えます。アブダビまでのフライトは約9時間。中国の上海、パキスタンのイスラマバードを通って、ペルシャ湾に面するアブダビ空港へ。イスラム教の国なので、劣化推しです。日本初のフライトですが、食事はどことなく中東系の雰囲気がきます。味は美味しくないんですけれども、なんとか食べられるレベルです。アブダビ空港へ到着。近未来感がすごい空港です。主な役割は世界各地を結ぶ、中継、ハブ空港みたいなものです。真夜中に到着しましたが、ほぼ全てのお店がオープンしています。約4500億円かけて作られた空港なので、豪華絢爛。なお、非常に物価が高いので、買い物には向きません。500ml のビール缶が約1500円ぐらいします。無印良品があって驚きました。乗り継ぎまで約3時間ありますが、お金は使いたくないです。ハールラウンジで飲食します。イスラム教の国に来たことを実感させる服装です。プライオリティパスがあればラウンジは無料で飲食可能。乗り継ぎ待ちの方が多く混雑しています。食事はサラダ、スイーツ、フルーツもあります。普通の食事はスパイス臭くて好みではありません。お酒はバースタンドがあり、ビールやカクテルを作ってくれます。9時間も飛行機に乗っていたのでシャワーを浴びたい。そんな人のためにシャワールームがあります。レインシャワータイプでシャンプーなどの用意もあります。歯ブラシや髭剃りなどもあって大変快適なラウンジでした。アブダビからリスボン行きの飛行機です。機体や機内設備は日本からアブダビと全く同じ。地中海の上を飛んでリスボンを目指します。雲海が綺麗だ。約7時間でリスボンに到着。ここがヨーロッパ最西端の国です。赤色の屋根が並んでいて統一感がありますね。乗り継ぎを含めて約20時間で到着しました。
これから入国審査ですが、日本人なら楽です。IC チップなしのパスポートならこちらの長蛇の列に並びますが、IC チップありのパスポートがスカスカです。サマーバケーションの時期と重なって、ポルトガルでバカンスする欧州の方々が多いです。リスボン空港、ポルテタ空港も大混雑です。空港の外の様子はどうでしょうか。8月にもかかわらず、早朝は気温が低いです。12度だったので長袖を着ている方もいます。ウーバーで15ユーロも出せばリスボン中心街へ行けますが、今回はあえて地下鉄で向かいます。交通機関と観光地の入場料が無料になるリスボアカードを購入。27ユーロと高額ですが、サンジョルジ城などへ行くならお得です。地下鉄はターミナル2の方です。空港の外から地下鉄に行けるようです。下りのエスカレーターが壊れていました。改札はリスボアカードをかざせば開きます。タッチ決済付きのクレジットカードでも OK です。少し古い方の列車。椅子が硬くて座りにくいです。空港からリスボン市街地へ向かう場合、乗り換えが必要になります。まずは赤ラインの電車に乗って、アラメダ駅。アラメダ駅のエレベーターも壊れていました。エスカレーターも壊れている。荷物を持った状態で地下鉄は使わない方が良さそうです。知り合いのポルトガル人も地下鉄は最悪と言っていました。青ラインの電車に乗ってベスタウドレス駅まで向かいます。ロッシオ駅やバイシャシアード駅などのリスボンの中心に近いです。ポルテラ空港からリスボン中心まで約30分で到着しました。ポルトガルの首都リスボンは大西洋に面し、テージョ川の河口に位置するため、古くから海上貿易と航海の中心地として栄えてきました。ベレンの塔や発見のモニュメントなど、大航海時代を記念する有名なランドマークや、マノエル様式の美しいジロニモス修道院など、歴史的な建築物も多いです。本日はざっくりリスボンを知るために散策します。まずは荷物を預けるためにシアード地区という高台にある宿へ。ちなみにリスボンは7つの丘の町と言われるほど坂が多いです。景色が綺麗なことだけ取り上げられていますけれども、実際に観光するとなると話は別です。坂を登るトラムはキャリーケースは持ち込み禁止で利用できません。我々はもちろんベビーカーと一緒に乗ろうとした夫婦も乗車拒否されていました。ガタガタの石畳の坂をキャリーケースを引きずきながら登るのはしんどい。だんだんトラムに憎しみを覚えてきました。ここで登ること10分、くたくたになりながらシアードに着きました。シアードは絶景で有名なサンペドロ・デ・アルカンタラ展望台のある高台ですが、ここには徒歩では来るべきではないと思います。回り道でもウーバーかバスなどの公共交通機関で行くべきです。本日の宿、シアードパーティーフラッツに到着しました。まだチェックインはできませんが、荷物だけ預けておきました。宿のオーナーにリスボンの地位を教えてもらいました。Main star. The main street of Chiado, which is the area you are in, is this street here, which is basically the street behind me. Okay, and it goes all the way up to the botanical garden, or if you follow the main street here all the way down, you will go all the way down to the river. So the river is. 要約すると、リスボンは坂に囲まれた都市です。メインストリートであるアウグスタ通りを中心として、東西が坂に囲まれた地形になっています。西が現在地のシアード地区、東にはサン・ジョルジ城や旧市街のアルファモ地区があります。緑線で囲まれた場所が高地になっています。手ぶらになったのでリスボン散策を開始します。
まずは2025年アジア初で大阪への進出を決めた大規模なフードホールタイムアウトマーケットへ向かいます。トラムが縦横無尽に走っているので通常の電線の数がすごいですね。なだらかな坂のアレクリン通りをカイストソへ向かって下っていると、カトラリー有名なクチポールの本店を発見しました。店舗やオンラインでグローバルに行って商品展開していますが、ポルトガル限定カラーのカトラリーがあるとのことを伺いました。自宅用とお土産用に限定カラーの在庫を購入しました。街中を歩いていて感じたのですが、古い建物が多いです。建て直したり、修繕したりする光景が見られます。ピンクストリートというアンブレラスカイが有名な通りが見えます。もともと、ポルトの近くにあるアゲダという地域から世界的に広まり、熱中症対策の装飾として利用されています。日本でもハウステンボスやジャズドリーム長島などで見かけます。海沿いのカイスド・ソドレへ到着しました。タイムアウトマーケットで食事しようと思っていましたが、美味しそうな看板が目に入りました。バカレウのコロッケを提供するチェーン店です。明るくクラシカルな雰囲気の店内には名物のバカレウのコロッケやポルトワインの展示がありました。バカレウのコロッケとポルトワインのセットが人気だそうです。ついでにポルトガルビールも頼みました。ポルトガルビールは主に2種類あり産地が異なるようです。一つは北側のビールでスーパーボック。南側のビールはサグレスという銘柄です。ここはサグレスのビールを採用。苦味が少なくてスッキリとした軽い味わいです。ポルトガルの知人にどっちが好きか聞くと圧倒的にサグレスとのこと。バカレウのコロッケはほんのりとした塩気のシンプルな味わい。確かにうまいですが、絶賛するほどには感じませんでした。横の缶詰専門店も観光客には人気のようです。所狭しとおしゃれな缶詰が並んでいますが、缶詰一つで10ユーロぐらいします。タイムアウトマーケットへ向かいます。この辺りは昼間は治安が良いが、夜は少し危ないと後にウーバーの運転手から聞きました。館内には2つのホールがあり、1つはフードコート、もう1つは野菜や魚介などの生鮮食品売り場です。フードコートにはポルトガルの名店が並んでいます。全部で50店舗が集まっており、店舗で購入したものを席で食べられます。ステーキが有名なカフェド・サンベントです。ポルトガルはタコ料理で有名です。海鮮はもちろん、野菜も豊富で日本的な食事が多いです。いろんなお酒もあり、昼間から営業しているため、昼飲みにはぴったりのフードコートです。生鮮食品売り場はホテル滞在の場合は利用しないかもしれません。しかし、キッチンのあるアパートメントに滞在する場合は、ポルトガルの新鮮な野菜や海鮮を使って料理できるため、便利な場所だと思います。バスで一旦シアードへ戻ります。サンペドロ・デ・アルカンタラ展望台でリスボンを一望してから宿のオーナーにランチのおすすめを聞くためです。展望台に着きました。上から見ると赤い屋根が綺麗ですね。奥に見えるのがサン・ギョルジェ城です。
宿のオーナーに聞いたロシオ広場近辺のレストランに向かうため、トラムで下ります。あれだけ登るのがしんどかった坂がとても楽です。大型荷物を持っていても取れるようにしてほしいですね。ここはロシオ近くの広場です。ポルトガル再独立のオベリスクがあります。リスボン観光の中心地です。観光客向けの飲食店は多く並んでいます。しかし、観光客向けだけあって価格も高い。オーナーに紹介いただいたもう一軒のレストランに向かいます。シアードの地元民向けレストラン、サイナル・バーメリオです。店内は派手な装飾などなく、照明も自然光がよりで控えめ、日本でいうところの下町の定食屋っぽい雰囲気です。一方、メニューはポルトガル語のほか、英語、スペイン語など、多様な言語に対応しており、観光客もちらほら見えます。地元民向けではあるようですが、観光客にも利用しやすいレストランです。ちなみにここのビールはスーパーボックです。赤ワインを豪快に大量に注いでくれました。北側、道路のワインです。ポルトガルの知り合い曰く、ワインは道路が一番うまいとのことです。そして、ポルトガルで食べるべきはタコ料理。ポルトガルのタコは口に入れるとふわりと崩れる柔らかさ。イワシのオーブン焼きもうまい。焼きとオリーブの使い方が非常に上手です。タコとトマトの相性も良く、リゾットにすると最高ですね。ポルトガルの人は日本の人よりもタコの消費量が多いです。タコに関しては日本よりも調理技術が上だと思います。うまかったのはもちろん、ローカルっぽい雰囲気で食事できました。そろそろ宿にチェックインできる時間です。道中、石鹸は人気のショップを発見しました。1888年にポルトで創業し、100% 植物由来のオイルを使った石鹸が世界中でファンをつくほど人気になりました。宿に到着です。3人で宿泊のため、大人数で宿泊可能なアパートメントに泊まります。ポルトガルは2名までしか宿泊できないホテルも多く、3名以上で宿泊の場合はアパートメントが便利です。一方、エレベーターがないアパートメントも多く、キャリーケースを階段で昇降するしかない場合があります。シェアード・アーティー・フラッツはエレベーターを備えています。室内は綺麗にリノベーションされており、日本のデザイナーホテルのような印象です。窓からは、海津道外へ続く大通りが見えます。バスタブとシャワー、トイレもついており、非常に快適です。今回の旅行で宿泊したアパートメントは別動画にまとめます。これからサンジョルジ城へ行きます。ロシオ広場までトラムで降りていき、736番のバスに乗れば、乗り換えなしでサンジョルジ城へ行きます。細く練ったアルハマ旧市街を颯爽と走っていきます。ロシオ広場から約30分でサンジョルジ城の前に到着しました。城門をくぐると入場チケットを購入するために長い列ができています。サンジョルジ城の入場料は15ユーロですが、リスボアカードを持っていれば、ほぼ並ばずに無料で入場できます。チケットカウンターでリスボアカードを提示するとバーコード付きの入場券が発行され、それをセキュリティゲートのセンサーにかざすと中に入れました。サンジョルジ城はアルバマ地区を見下ろすように立っており、リスボン市内やテージョ川のパノラマビューを楽しめます。アルカンタラ展望台よりも市街全体が見下ろせる位置取りのため、
景色的にはこっちの方が綺麗ですね。この城の歴史は古く、紀元前のローマ時代やムーア人による占領を経て、12世紀にポルトガル王国の手に渡りました。その後、何度も改築や修復が行われ、16世紀のマヌエル一世の治世中に強化されました。そのため保存状態が良く、当時の砲台や中世の城壁や塔などが残っており、景色だけでなく城内の展示物も楽しめます。全部を見回ると約1時間ぐらいかかります。また、当時のままの城なので、足元が不安になる場所もあります。おしゃれな靴よりも、歩き慣れたスニーカーなどで訪問した方が良いです。気づけば18時。ポルトガルの夏は日の入りが遅く、21時ぐらいまで明るいです。晩ご飯の予約を入れていたレストラン、コポドマーへ向かいます。出口へ向かっていると、クジャクが放し飼いされていました。ちょうど子育て中っぽくヒナがめっちゃ可愛いです。これから向かうコポドマーはシーフードを中心としたメニューを提供しており、新鮮な魚介類を使った料理が特徴です。ポルトガルの伝統的な料理を取り入れず、モダンなアプローチで調理されたシーフード料理が楽しめる地元民が通うレストランです。グリルした魚、エビ、貝類、アカリアを使った料理など、豊富なシーフードの選択肢が並んでいます。地元民に人気のため、あらかじめ予約をした方が安全です。ポルトガルの地元民向けレストランにしては珍しく、Google のレストラン予約からオンライン予約可能です。店内は観光客向けの装飾はなく、ローカルな雰囲気が漂ってます。天井には笛のオブジェ。テーブルコーディネートも落ち着いています。英語のメニューがあって助かりますね。ここにも道路ワインが置いてありました。ポルトガルのレストランではテイスティングさせてくれます。これはポルトの東にあるローレーロ産のワイン。グリーンワインを飲んでみたかったので注文しました。サグレスのビールも欲しい。ちなみにビールは 2.5 ユーロ、ワインは5ユーロです。当店おすすめがバカリャウ料理 24.5 ユーロ。マッシュポテトの上に焼いたバカリャウが乗っており、パセリとローストした胡椒、キャラメリゼしたガーリックのソース、サーモンとアスパラガス、グリルしたサーモンと蒸したアスパラガスをペッパーとレモンのソースでいただきます。こちらは牡蠣料理。生牡蠣にイクラを乗せた料理です。塩とビニグレットしたエシャロットが敷かれています。トマトとメロンのガスパッチョ、クリスピーされたハムが乗っています。リスボンのワインをボトルでいただきました。鶏のワインソース添え、ハーブを混ぜた鶏胸肉とマッシュルーム赤ワインピーナッツソースです。この他いろいろ注文して3名で110ユーロでした。食事の味も文句なしに美味しいこともあり、ここはリピートしたいです。リスボンの中心街まで乗り換えなしで戻れました。翌日はポルトガル第2の都市、ポルトへ向かいます。おはようございます。6時に鳥の声で目覚め、ひんやりとした早朝の空気を吸いに宿の外へ。気温は12度と、日本の8月ではありえないぐらい涼しいです。リスボンは街中にゴミ箱が設置されています。ゴミ収集業者がゴミ箱からゴミ回収しているのを眺めながら客室へ。朝食はパン、ハム、チーズ、ヨーグルトなど軽い洋食です。やはりヨーロッパのパンは日本のものと比べてうまいものが多い。
腹を満たし、チェックアウトです。客室の鍵を回収ボックスに入れ、ポルトへ向かいます。リスボンからポルトへ向かう方法は主に3つ。レンタカー、高速バス、電車で約3時間で着きます。レンタカーですが、ポルトガルは右側通行と、日本の交通ルールと逆で3時間も運転したくないので却下。バスは料金が10ユーロ以下。Wi-Fi あり、トイレありと一見は良さそうですが、渋滞による遅延や運転手に言わないとトイレが使えない場合があるなど不安要素はあります。電車は25ユーロ程度と高いですが、ほぼ時間通りに着くし、トイレも自由に使える。座席が広いなどのメリットがあります。今回は時間効率と快適さを優先して電車でポルトへ向かいます。チケットはオミオなどの予約アプリを使えばウェブから事前予約可能です。ハイスド・ソドレ駅からリスボンの高速鉄道の出発駅であるサンタ・アポロニョ駅へ地下鉄で行きます。リスボンの街中ではなく少し離れた場所にあるのが信用さてっぽいです。恒例の壊れたエスカレーター。ポルトガルは好きですが、ポルトガルの地下鉄は嫌いになりました。リスボアカードの期限が切れたので、妻の母分のチケットを購入。後からもチャージできるナビガントオフカードです。タッチ決済できれば、ナビガントカードは不要です。リスボンの地下鉄は乗り換えがしんどいです。階段しか使えない場合が多いからです。サンタ・アポローニョ駅に到着です。電光掲示板などでごちゃごちゃしていないシンプルな駅です。電車の側面に書いてある号車と電車内の座席を確認し乗り込みます。キャリーケースは盗難防止のため目につく位置に置いていき出発です。最高速度は約 220km と新幹線よりもゆっくりです。各座席にテーブルと音楽があります。約3時間の移動なのでトイレがあるのは助かります。国土は日本の約4分の1、人口は約10分の1と日本に比べ人口密度が低いため何もない平野の景色が続きます。途中、ポルトガル第3の都市コインブラに差し掛かると街並みが見える程度です。まどろみながら電車に揺られていると高速鉄道の終着点カンパーニャ駅に到着しました。カンパーニャ駅からポルトのあるサンベント駅に向かう列車に乗り換えます。サンベント駅に到着です。1916年に完成してから現在まで利用されている歴史的な駅です。この駅はポルトガルの伝統的なタイル、アズレージョが美しいことでも有名です。20世紀初頭にポルトガルのアーティスト、ジョルジュ・コラコが制作し、約2万枚のタイルを使用して描かれています。ひとしきり駅を眺めた後に駅周辺でランチします。ポルトはポルトガル北部に位置する第2の都市。まずはランチを食べるためサンベント駅に隣接するタイムアウトマーケットへ。リスボンより規模は小さいですが、ポートワインやフランセジーニャなどポルト名物のラインナップが多いです。空腹の限界に達していたため、がっつりのフランセジーニャを注文。一見するとボリューム感がないですが、密度が高い。チーズ、ハム、ビーフ、パン、ピリ辛ソースとお腹にずっしりくる中身です。重いフランセジーニャをビールで流し込むように食べる瞬間は至福の時。ポルトはポルトガルという国名の由来になるほど古い都市で、ポルトガルらしさを感じられます。美しい
道路川沿いの風景リベイラ地区と、ポートワインの生産地ビラノバデガイア地区で有名です。リベイラ地区とビラノバデガイア地区を隔てる道路側に架かるドン・ルイス一世橋は、二層構造の橋で高台同士と低地同士を別々につないでいます。グルメはリスボンと同じく海鮮のほかエッグタルトの名店マンテガリアや至高の B 級グルメフランセジーニャ、ビファーナも有名です。フランセジーニャは先ほど食べたボリュームたっぷりのサンドイッチ。ビファーナはポルトガルの伝統的なハンバーガーです。スパイスとニンニクで風味をつけた薄切りの豚肉をパンで挟んだシンプルな料理です。宿へ向かいます。本日はポルトビューバイカティオ25というビラノバデガイア地区のアパートメントに宿泊します。リベイラ地区からビラノバデガイア地区へ向かっていきます。ここはドン・ルイス一世橋の上層部です。橋の下に流れる川は全長 897km の巨大な道路川。スペインを水源としてポルトガルに流れてきており、ポルトガルとスペインの近さを実感しました。下に見えるのはリベイラ地区のレストラン街を歩く人々です。この景色はプライスレスです。自然と涙が出てきそうになるぐらい美しい景色です。眼下の岸に見えるのがビラノバデガイア地区です。橋を渡り切りました。ドン・ルイス一世橋の上層部から下層部へ下ります。かっこいいデザインですね。道路側に飛び込もうとしている人もいますが、特段珍しいこともないようで何度か見かけました。宿に到着。ドン・ルイス一世橋の目の前という贅沢な立地です。エントランスは事前にメッセージで教えてもらったパスワードへ入ります。客室は WhatsApp の無料通話でキーボックスの番号を教えてもらいました。ヨーロッパに行くなら WhatsApp はあった方がいいです。LINE を使っている人は少ないし、電話を求められた場合、普通に国際電話すると通話料が高いです。客室はメゾネットタイプとなっており、リビングのほか、それぞれのフロアに寝室とトイレがありました。窓からはドン・ルイス一世橋と道路側が見える完璧な宿。少しの休憩後、ワイナリーとレストラン街を散策します。ワイナリーは予約すれば見学も可能ですが、時間の都合上行きません。妻がレモネードを飲みたいらしい。私はビール。ビラノバデガイア地区の景色を見ながら飲むビールはうまいです。レストランも多く、美しい景色を見ながら食事できるようにテラス席があります。ビラノバデガイア地区のワイナリーは、店舗で自社のワインやワインを使ったカクテルを提供している場合があります。今回は最も知名度が高いサンデマンの店舗でカクテルをいただきます。18時頃に向かいましたが、すでにテラス席はほぼ満席。少し待つと空席ができたので着席します。サンデマンのワインを使用したカクテルが飲めます。カクテルのお値段は9から12ユーロと高くはないです。看板に書いてあった3種のカクテルを注文。
うまかったので他の種類も試しましたが、やはりうまい。トルトに来たらまた立ち寄りたいお店です。道路側沿いに歩きましたが、約500メートルもずっとお店が続いています。西日が強くてビールが飲みたくなります。気温は高くないが日差しが強いです。続けて晩ご飯へ向かいます。ビラノバ・デ・ガイア地区で人気の高いポルトガル料理のレストラン、テンペロ・デ・マリアです。店前までやってきましたが、人気店のため満席。ウェブ予約できないため、店の外で空席を待つこと20分、店内へ案内されました。飲めるくらいうまいカーロのオリーブオイル。White rice. For you? ポルトガル風のステーキやサラダ、名物のタコのポテト添えなど、地元の食材を使用したフレッシュな料理を提供しています。ステーキがジューシーでうまい。エビのハヒージョも食い合いになるぐらい絶品です。道路ワインのボトルもおろしました。果実味が強く滑らかなタンニンで食が進みます。好き放題に飲食しましたが、3名で約100ユーロと非常にリーズナブル。味も昨日のココドマーと同じぐらいうまかったです。おやすみなさい。キーピーと甲高い鳥の声で目覚めました。夏場のポルトガルは乾季であり、全く雨が降らない年もあると聞いています。本日の快晴です。眠気覚ましにビラノバ・デ・ガイア地区を散歩します。昼夜は人で混雑している地区ですが、早朝はほとんど人を見かけません。朝のテラス席でカフェをしようと思っていましたが、閉店中のお店ばかり。昨日の夕方に立ち寄ったサンデマンも静まり返っています。電動キックボードのレンタルがありましたが、昨日何があったのか倒されているキックボードがありました。朝カフェしているお店は奥の方に1軒だけ、早朝7時から営業しているカフェソロヤです。妻や義母と一緒に行くには遠いため朝カフェは断念。飲料を探しているとウニの自販機を発見。割高ですが水とジュースを購入して客室に戻ります。日本から持参したインスタント味噌汁。1週間ぐらい海外にいると途中で飲みたくなることが多いです。アパートメントをチェックアウト。本日はビラノバ・デ・ガイア地区の対岸リベーラ地区に行きます。一旦キャリーケースを預けるため本日の宿へ向かいますが、荷物を持って坂を登りたくない。昨日の宿は定置川でしたが、本日の宿は60メーター高い位置にある高知川。本日も飛び込んでおられる方がおられました。二層構造の橋の下側を歩いてリベーラ地区へ向かっていると、有料のエレベーターを発見。片道4ユーロと高額ですが、背に腹は変えられない。お金を支払って高知川へ向かいましたが、めっちゃ楽です。For your safety, please hold on to the handrail during the trip. Por su seguridad, agárrese del pasamano durante el viaje.
りて、アパートメントの位置を確認すると、運が良いことに近くでした。アパートメントの外観は古いですが、古き良きポルトガルの家屋っぽさと、客室からドン・ルイス一世橋を眺められる眺望の良さから人気の宿です。アパートメントの入り口はダイヤル式の電子錠で施錠されていますが、事前やり取りで番号を入手済み、荷物を預けてポルト観光します。現在はまだ7時、15時のチェックインまでたっぷりと時間があります。川沿いから離れて北側にある観光の中心地へと向かいます。世界一美しいマクドナルド、ハリーポッターの作者が通ったカフェマジェスティック、造形が美しいレロ書店など様々な観光地があります。サン・イルデフォンツォ教会です。18世紀に建てられたバロック式の教会で、約1万枚のタイルで作られたアズレージョが綺麗です。リスボンよりも古い街並みのため歩きにくい石畳の道が多いですが、坂のきつさはリスボンよりもマシ。ここはカフェマジェスティック。エッグタルトの名店マンテガリアがありました。まだポルトガルに来てからエッグタルトを食べていない。朝食の代わりにいただきます。カフェとエッグタルトの店舗が併設しており、それぞれの店舗で購入した商品をイートインで食べられるシステムです。まずはカフェでコーヒーを注文。ポルトガルではアイスコーヒー文化は定着しておらず、ホットのみの店舗が多いです。この店舗ではコールドブリューがあったので注文しました。これがアイスコーヒーです。エッグタルトの店舗へ行くと、こんがりと焼き目のついたうまそうなタルト。価格は 1.1 ユーロと安価ですぐに購入できるため、ポルトガルではお手軽スイーツとして人気です。特にマンテガリアは、パステイスでベーンと並ぶエッグタルトの人気店。パステイスでベーンよりも味付けが甘めでコーヒーとの相性が抜群です。うまかったのでもう一つ買いに行くと、ちょうど焼き上げのタイミングだったようで熱々のタルトが出てきました。口の中をやけどするぐらい熱いエッグタルトは、とろけるような舌触りと甘い香りで、先ほど食べたものよりも圧倒的に美味しかったです。海鮮、野菜、果物、名物の缶詰などを販売しているボリャン市場へ向かいます。ボリャン市場で朝食を食べようと思っていましたが、あいにくと休業日。定休日は日祝ですが、なぜか本日も休みでした。アズレージョが美しいと有名なアルマスセードへ。ポルトガル・ポルト市の中心部に位置する美しい教会。18世紀に建てられ、主にバロック様式でデザインされており、特徴は20世紀に追加されたアズレージョ、キリスト教にまつわる聖書の物語などが描かれています。教会は一般公開されており、ミサやその他の宗教行事も行われています。美しい建築つながりで、世界一美しいマクドナルドへ向かいます。Google マップに写真が掲載されている店舗へ向かいましたが、様子がおかしい。写真では一つの独立した店舗ですが、現地に行ってみるとショッピングモールでした。インフォメーションに聞くと、このショッピングモールにもマクドナルドが入っているが別店舗のようです。実際はサンベント駅の近くにあるマクドナルドインペラドール店でした。もともとカフェインペラドールという歴史的なカフェだった建物を利用してマクドナルドにしており、アールデコ様式の建築が特徴です。特に目を引くのは、店の外観にある古風な彫刻や大理石の装飾と、店内にある豪華なシャンデリアと美しいステンドグラス。ポルト限定のメニューもあるようです。そろそろ
昼食の時間ですが、あいにくとこのマクドナルドは混雑しすぎています。豚肉をバンズで挟み、ピリ辛ソースをかけたビファーナの名店、コンガが食べたい。正面に見えるポートのランドマークタワーであるクレリーボス教会に立ち寄ります。人気の観光スポットになっており、予約しないと入場できません。すでに予約待ちの方々が並んでいました。8ユーロの入場チケットを先に購入して15時に再放します。ついでにハリーポッターに登場するフローリッシュ&ブロッツ書店のモデルとも言われるエロ書店にも立ち寄りましたが、3時間待ちと言われ断念。ホームページから事前にオンライン予約しないと脱バなどの繁忙期に入るのは難しそうです。こちらはポルト市役所。通り過ぎて店前までたどり着くと数名が軒先に並んでおり、噂にたがわぬ人気っぷりが伺えます。B 級グルメ特有の回転の速さで並びは10分程度で解消され、店内へすぐにテーブル席へ案内され、ビールとビファーナを注文。普通のビファーナは3ユーロ、チーズイーだと 3.5 ユーロと比較的リーズナブルな価格です。ビール代は 3.3 ユーロでありコスパがいい。ガーリック、白ワイン、パプリカ、ローレルなどでマリネした豚肉が柔らかくて香りが非常にいいです。唐辛子と塩を混ぜたピリ辛のオリーブオイルとの相性が良く、見た目に反して食感が軽いんです。がっつりと豚肉が挟まっているので満足感もあります。全部食べても約10ユーロでお釣りが来るコスパの良さ。行列ができるのも納得の味と価格です。今度ポルトガルに来たら必ずリピートします。クレリボス教会の入場時間が近づいてきました。ランドマークタワーなので遠くからでもしっかり視認でき地図不要。15時の入場組に並んで中に入ると少なくとも1時間はかかる見学コースがあります。クレリゴスとは聖職者という意味で、彼らのために18世紀半ばに建築家ニコラウ・ナザレーノによって建築されました。バロック様式の教会で美しい外観と内部は木彫りや金箔の装飾が施された祭壇などバロック芸術の豊かさが反映されています。階段の上り下りが多く、まるで迷路のような作りとなっています。聖母マリアの背後を取りました。ここからクレリゴスの塔に入ります。ポルト全体を見渡せる高い鐘楼でも有名です。高い鐘楼はクレリゴスの塔と呼ばれ、高さ約76メートルの高さがあります。240段の階段を登ると、頂上からはポルトの街全体が一望できます。道路側や赤い屋根の建物を眺めていると、ノスタルジックな気持ちになってきます。そろそろアパートメントのチェックイン時間。地下鉄の工事の様子を見ながら戻ります。アパートメントに到着。スタッフが客室へ案内してくれました。カーサー・アストリアは1830年に建築された歴史的な宿泊施設であり、エレベーターやエアコンがないなど機能面では少し不便です。一方でその他の設備は現代的です。Wi-Fi や設備の整ったキッチン、綺麗なベッド、独立したシャワールームなどがあり、かなり快適です。また、立地はポルトの中心部に位置しており、リベーラ地区やドン・ルイス一世橋といった観光名所まで徒歩圏内と便利です。宿泊した客室は最上階の 3LDK の間取りだったので景色もいい。
スーパーで飲み物やお土産を購入します。スーパーはポルトガルで300以上の店舗を展開するピンボドーセ。主に地元の方が起用するスーパーですが、最近は旅行者も飲料や軽食の購入に利用するそうです。ここではポルトガル現地の相場感を知ることができます。観光客が行くレストランでもそこそこ安いと思っていましたが、スーパーは別格。ワインは安いものだと 750ml で 1.99 ユーロなど、日本のスーパーより安いです。水は 1.5 リッター6本入りで 1.68 ユーロ、ビールも1リッターで2ユーロと圧倒的コスパです。バカリャウや野菜などの生鮮食品もありましたが、あいにくと調理する機会がないので購入しません。飲料のほか、お気に入りのガロのオリーブオイル、お土産用の缶詰や石鹸や塩などを購入しました。客室に戻って、サグレスのビールを一杯。ムール貝の缶詰もつまみます。道路側に乾杯。さて、晩ご飯へ向かいます。本日は昨日食事したビラノバデガイア地区の対岸リベーラ地区で食べます。ポルトの中心街ということもあり、リベーラ地区の方が賑わっています。夕暮れのドン・ルイス一世橋も美しい。スルマ横が道路側であり、川沿いにはたくさんのレストランが並んでいます。事前調査の結果、シェ・ラパンというレストランがうまそうだったので入店。こちらではポルトガル料理と地中海料理を提供しています。道路側沿いの美しい景観と歴史的な雰囲気の中で食事ができることから評判は高いです。1938年から営業しており、地元の人々や観光客に愛されています。料理はバカリャウやエスカルゴなどが人気です。スペインとの国境付近のアルトミーノ地方のワインです。伝統的な野菜のスープ、シーチキンサーダです。野菜の旨味が感じられる優しい味付け。ポルトガルは野菜がうまいです。ムール貝のパスタ。味付けはうまいが、ポルトガルのパスタの麺はいまいち口に合わない。ラーメン、サラダの麺みたいな味と食感です。タコのオーブン焼きとグラタン。ポルトガルのタコは本当に美味しい。口の中でほどけるようにとろけます。ポルトガル料理というよりは地中海料理よりのメニューが多かったです。味はもちろん美味しかったですが、ポルトガル料理を食べるという観点では昨日のテンペロデマリアの方が好みです。価格は3名で110ユーロとワインのボトルをおろしたにしてはリーズナブル。ボリュームのある料理が多く安くいっぱい食べたいならシェ・ラパンかなという感じです。おやすみなさい。犬みたいな声で泣く鳥に起こされました。出られるか。うるさい鳥の一種。ということで、ドン・ルイス一世橋の上から日の出でも見ようと散歩へ。早朝のドン・ルイス一世橋は誰もいない貸し切り空間。時々トラムが来て橋の往来人を運んでいます。うっ
すらと明るくなりかけている朝空を見ていましたが、日の出の時刻である6時45分には太陽が出てきませんでした。山の裏に隠れている模様。残念ですが、日の出は諦めて客室へ戻り、とりあえず朝ラーメン。宿に荷物を置いたまま、ボリャン市場へ向かいます。ボリャン市場は1914年に開設された歴史的な市場です。市場の建物はネオクラシカル様式で設計されており、開放的なアーチや広々とした内部空間が特徴。地元で生産された新鮮な果物や野菜、魚介類、肉類、チーズ、オリーブオイルなどが販売されており、特に魚介類が豊富です。現地の方はもちろん観光客にも人気のスポットで、地元の雰囲気を感じながら食材を購入したり、ポルトガルの伝統料理を提供する小さな食堂で食事も楽しめます。新鮮なフルーツのスムージーをいただきました。うまい。肉類のコーナーも気になります。生ハムの原木からハムをスライスしています。その場で食べられるらしい。購入して食べましたが、トロトロで美味しい。サラミや生ハムは日本よりもポルトガルの方がレベルが高いと思います。友人へのお土産にポルトガルの唐辛子ソースピリピリを購入しました。ポルトガルがアフリカを植民地にしていた時にアフリカの唐辛子を使ったのがソースの名前の由来です。唐辛子、オリーブオイル、ニンニク、ビネガー、レモン汁、塩などから作られており、ビファーナのソースとしても使われます。スパイス類やお茶、生鮮食品も充実していて楽しい市場でした。続けてコスタノバへ向かいます。コスタノバはポルトガル初の高品質なテーブルウェアブランドで、主に食器やキッチン用品を製造しています。日本を含めて世界中に店舗がありますが、特にポルトの店舗がおしゃれとの情報を得で向かいました。ブランド名はポルト近くのリゾート地コスタノバの美しいビーチや自然からインスパイアされて名付けられています。食器は石器を使用しており耐久性が高く温度変化に強いため、電子レンジや食洗機にも対応しています。シンプルかつ洗練されたデザインが特徴で、自然の美しさを取り入れた柔らかい色調が多く、シンプルがゆえに使い勝手が良く世界中にファンがいます。波や海岸線を連想させる形や模様が描かれたデザインが多く、リゾート感を感じられる製品が豊富です。そろそろビスボへ戻る時間です。急いで宿へ戻って荷物を回収してチェックアウト。サンベント駅まで歩いて行きと同じく高速鉄道でリスボンへ戻りました。帰りの列車は行きよりも新しい。さようならポルト、また来ます。サンタアポロニア駅へ到着。午前に結構歩いたせいか疲労困憊です。ぼったくられるリスクがあるので使いたくなかったUberを解禁。本日と明日の宿泊先であるロシロヒオは近くにあるホテル。リベーターロシオまで運んでもらいましたが、料金は約6ユーロ。サンタアポロニア駅からロシオヒロでの距離が約 3km なので日本のタクシーよりも格安です。リベーターロシオは家族向けの客室を含む様々なタイプの部屋を提供しており、3名が宿泊可能な客室もあります。唯一1階から2階へ向かう手段が階段しかないのが難点でしたが、2024年9月以降に車椅子用の階段昇降機が出来上がると聞きました。階段昇降機はすでに設置済みで電源周りの工事が完了次第使えるそうです。キャリーケースなどの重い荷物の上げ下げにも使っていいとのこと。部屋の鍵はセキュリティボックスに入っています。設
すべての客室で無料 Wi-Fi、エアコン、専用バスルームなども快適な設備が揃っています。客室の窓からはロシオ広場を一望できます。共用部分には自販機や荷物預かりのサービスがあり、便利さという観点では今回のポルトガル旅行で一番の宿でした。さて、晩ご飯の時間です。リスボンの旧市街にあるアルファマ地区のレストランへ行きます。アルファマ地区はリスボンで最も古い地区の一つで、迷路のような狭い石畳の通りや階段、古い建物が特徴です。かつてリスボンがムーア人の支配下にあった時代に遡って、中世からの伝統的な正規活用式が引き継がれています。ロシオ広場からウーバーに乗車し、約10分でアルファマ地区の麓まで到着。ここからは狭い路地のため徒歩でレストランまで向かいます。石畳を小気味よくステップしながら歩くこと5分で本日のレストラントゥエウに到着です。予約不可のレストランですが、すでに数名の列ができていました。トゥエウは小さな隠れ家レストランで、温かみのある雰囲気と家庭的なサービスが魅力です。下町の定食屋のよう。壁やテーブルにはお客さんのメッセージが至るところに書かれています。書きたかったらマジックペンを持ってくるから言ってね、とスタッフが言っていたのでお店公認のようです。ビールはスーパーボック。メニューはポルトガルの伝統的な料理が中心。特にイワシのブリュやタコのポテト添え、肉と野菜の煮込み料理であるキカパウが人気です。フレッシュなタコサラダ。キカパウは豚、鶏、牛がありますが、これは豚。ポルトガルのエビのアヒージョは本当に美味しい。チョリソーのロースト。目の前で火をつけて焼いてくれます。火の勢いが強いので少し怖いです。焼きすぎましたけど、うまそうですね。イワシのグリル焼きの注文。味付けは完全に地元向けであり、あっさりしていて好み。食べ終えて会計を済ませようとするとスタッフが、チョコレートムースが世界一だから食べてみてとお勧めされました。3.5 ユーロだったので試してみると、確かにこれは世界一。入り口近くのテーブル席の上にうまかった、ありがとうと日本語で書いておきました。お腹いっぱい3名で食べても約 81.3 ユーロと圧倒的コスパ。なお、現金のみの支払いなので注意が必要です。もしリスボンに1週間ぐらい滞在するなら何度か通いたくなるレストランでした。22時頃だったのでちょうど日が沈みきたタイミング。夜風が涼しく徒歩でホテルへ戻りました。あさってには日本へ帰らないといけない。明日はポルトガルの美しいものをたくさん見ようと思います。おはようございます。本日はベレン・アウグスタ通りシアードにある名所を巡ります。まずはベレンへ向かいます。ロシオ広場のすぐ横にあるフィゲーラ広場から 15E のトラムに乗ってベレンへ。料金は 3.1 ユーロでクレジットカード決済可能。ベレンではエッグタルドの名店、タステイス・デ・ベレン、ジェロニモス修道院、発見のモニュメント、ベレンの塔を観光予定。トラムを降りるとすぐにパステイス・デ・ベレンが見えてきます。お腹が減っていたので、まずはここで朝食をとります。パステイス・デ・ベレンは1837年に創業し、当時の修道院で作られていたエッグタルドの秘伝レシピを引き継いでいます。もともと修道院が経済的に困難だった時期に、収益を得るためにエッグタルトの製造が始まったそうです。修道院秘伝のレシピを引き継いでいるため、同じ味を他の場所で再現することはできないと言われており、エッグタルトの元祖として有名です。店内にはちゃんとエアコンがあります。
エッグタルトの前にサンドイッチが到着。かなりボリュームがあります。中身はほぐされたチキンとレタス、トマトというシンプルな具材。続けてエッグタルトも到着。ポルトで食べたマンテガリアとの比較になりますが、パステージでベレンの方が甘さ控えめで生地がパリッとした食感。私昨日のやつとどっちが美味しい？個人的にはこちらの方が好みです。コーヒーとの相性も抜群。持ち帰りしたい場合は隣接のショップでも購入できます。近くのジェロニモス修道院へ向かいました。ジェロニモス修道院は16世紀にポルトガルの大航海時代を記念して建設されました。ポルトガルの探検家バスコ・ダ・ガマが1498年にインド航路を発見したことを祝うためであり、建設資金はインド航路を通じて得られた香辛料貿易の収益によって賄われました。マヌエル様式と呼ばれるゴシック様式にルネサンスやイスラム、海洋要素を取り入れた独特の建築様式が人気です。マヌエル様式特有の海洋モチーフやロープ、錨、球体といった要素が散りばめられています。ジェロニモス修道院は1983年にユネスコの世界遺産に登録されました。相手さえいれば見学したかったのですが3時間待ちだそう。さすがに長すぎるので断念。発見のモニュメントに向かいます。ジェロニモス修道院から海側へ5分ぐらい歩いていけば到着します。発見のモニュメントは大航海時代の偉業を称えるために建てられた高さ52メートルの壮大な記念碑。最初は1940年にポルトガルの独立800周年とエンリケ公海王子の生誕500周年を記念してリスボン万博博覧会の一環として一時的に建設されました。その後より永続的なものとして1960年に現在のモニュメントが再建されました。デザインはポルトガルの彫刻家レオポルト・デ・アルメイダが担当し、古代の帆船を模し、船の先端にエンリケ公海王子が立っています。その後ろに32人の探検家や航海者、王族、科学者、芸術家などの像が並んでいます。バスコ・ダ・ガマやマデランなどの著名な人物もいます。発見のモニュメントからテージョ川の河口を沿って歩いていくとベレンの塔があります。電動キックボードを使えばすぐに着きますが、潮風を浴びながら歩くのも気持ちいい。とはいえ、気温は約30度。暑いのでビールが飲みたくなります。発見のモニュメントから徒歩約10分でベレンの塔へ到着。ベレンの塔は1514年から1520年にかけて建設された防御塔で大航海時代のシンボルの一つ。1983年にユネスコの世界遺産にも登録されています。当時のポルトガル王マヌエル一世の命によりリスボン港を守るための防衛施設として建設されました。大砲も設置され、テージョ川を通る敵艦を攻撃できるように設計されていました。島内には監視所や兵士たちの居住スペース、牢獄なども備えられており、実際に戦略的な役割を果たしていました。ロープや球体、十字架など航海や発見に関連した装飾が豊富に見られます。デザインはエンリケ公海王子の功績を記念するためのものであり、特に塔の上部には独特なバルコニーや石細工が施されています。また、外観には当時のポルトガルの象徴であるアルマダの十字や様々な海洋モチーフが刻まれています。これからリスボンの大通りアウグスタ通りへ向かいます。トラムとウーバーで価格が変わらないためウーバーを利用。アウグスタ通りは歩行者専用の通りで、リスボンの観光客や地元の人々が集まる活気あるエリアです。多くのカフェ、レストラン、ショップが並んでいます。リスボンの主要な観光スポットであるコメルシオ広場からロシオ広場までを結ぶ約500メートルの直線道路、アウグスタ通りがある大社地区は1755年のリスボン大地震でほぼ全壊。その後、ポンバル公爵が主導して都市再建が進められ、整然とした5番目上の街並みが形成されました。再建計画の中でアウグスタ通りはリスボンの主要な通りとして整備されました。道中には有名なサンタジェスタのエレベーターがあります。
アウグスタ通りのシンボルは巨大なアーチ型の凱旋門です。凱旋門にはポルトガルの歴史を象徴する彫刻が施されており、上部にはポルトガルの独立と発展に貢献した人物たちの像が立っています。内部にはエレベーターがあり、アーチの上に登ることができ、そこからリスボン市街やテージョ川の素晴らしい景色を一望できます。凱旋門を抜けるとコメルシオ広場があります。広場の中央にはポルトガルの国王ジョゼ一世の騎馬像が立っています。ジョゼ一世はリスボン大地震後の復興期にポルトガルを治めた王で、この騎馬像はポルトガルの復興と繁栄を象徴しています。コメルシオ広場の位置はかつてリスボン王宮があった場所です。リスボン大地震によってアウグスタ通り同様に崩壊しましたが、その後に再建され、新たに商業活動の中心地となりました。ちなみにコメルシオとはポルトガル語で貿易という意味です。広場は四角形の形状をしており、三方はアーチ型の連続した中廊に囲まれ、南側はテージョ川に面しています。騎馬像は18世紀の彫刻家マシャード・デ・カストロによって作られました。なお、アウグスタ通りとコネルシオ広場の周辺はスリが多いので注意が必要です。凱旋門やサンタジェスタのエレベーターのように見上げる名所が多く、上を向いているうちに釣られることがあります。実際、私の妻も電気をこすられていました。喉が渇いたのでリスボンの老舗カフェ、ブラジレーラがあるシアードへ向かいます。1905年にブラジルから輸入されたコーヒー豆を販売する店舗として創業し、当時コーヒーが一般的ではなかったポルトガルにコーヒーを普及させました。その後、カフェとしての機能を拡大し、ポルトガルの著名な作家や詩人たちが頻繁に訪れるようになりました。店内は1920年代から残る装飾やアート作品が展示されており、歴史的で芸術的な雰囲気の中、コーヒーを楽しめます。コーヒーを飲みたかったのですが、喉が渇きすぎてビールを注文。帰りにコーヒー豆をおすすめされましたが、かさばるために断念。お土産を買いすぎてキャリーケースがいっぱいです。ポルトガル最後の晩ご飯は奮発して高級レストランアデ。1970年に創業以来、伝統的なポルトガル料理と国際的な料理を融合させたメニューを提供しており、リスボンの上流階級やビジネスパーソンに愛されてきました。創業当時から豪華で伝統的な内装と上品なダイニング体験が特徴です。インテリアはクラシカルなウッドパネルやアンティークの照明器具、重厚な家具が特徴で、20世紀のヨーロッパのクラブやレストランのような雰囲気。着席すると魚が乗った台車がやってきました。取れたての魚を調理してメインディッシュにしてくれるそうです。枝豆の天ぷら、3等分にして提供されました。ポルトガルのチーズ3種、好きなものを3種選んで取り分けてもらうスタイルです。ディナーっぽい感じで。ホタテとアスパラとマッシュルーム、カニのタルタルソース。カニの身がぎっしり詰まっていてうまい。本日のメインディッシュ。トマトと香草ベースのソースとよく合います。トリュフとマッシュルームのリゾット。味付けは高級ホテルのレストランのようでしたが、ポルトガルっぽくはないと個人的には思います。現地の方の特別な日のためにあるようなレストランという印象です。価格はビールやワインのボトルのおろして3例で 221.1 ユーロだったので、高級ホテルのディナーと思えばかなり安いと思います。いい経験ができました。ホテルに帰って帰国の準備をして就寝です。5時起床、これから日本へ帰ります。8時55分、ポルテラ空港発のため、ロシオ広場にウーバーを呼びます。約11ユーロで空港まで運んでくれるとのことで利用しました。後から明細を見ると、空港で降りた時に運転手は送迎完了ボタンを押しておらず、過剰な請求が来ていました。ウーバーに申し立てて返金済みです。
空港についてプライオリティパスで利用可能な ANA ラウンジで朝食とビールを飲んで帰国です。講師ともどもいろんな国へ行きましたが、一番好きな旅行先がポルトガルになりました。まず食事が日本人の口に合う。鉄砲伝来の時にポルトガルから日本に入った食文化も多く、共通項があるため違和感なく食べられました。坂が多いことの裏返しですが、丘陵が多いので上から見下ろす景色、下から見上げる景色ともに素晴らしい。特にドン・ルイス一世橋から見下ろした景色は一生記憶に残ると思います。最後に人がいい。アパートメントやレストランでのスタッフとのやりとりのみならず、街中の地元民にいろいろ尋ねても親切に対応してくれました。最高の国でした。また来ます。